テキランドとジョンです。今回はね、ナビ VS シャークアサシンということでね、シャークアサシンもそこそこ大会勝ち上がってくるようなクランでね、昔から何回か対戦したようなクランになります。これがね、世界大会の4月予選のね、始まる1時間前に行われてる対戦になりますのでね、順序的にはね、上がるのが早いのはライブの方なんですけど、ちょっとそれも踏まえて見てみてください。というわけで早速やっていきましょう。さあ、先行額早い一瞬ですね。で、クイーンでヒーラー生み出したのかな。フローズンアローとヒーラー人形、10日兵士はクイーン置いてという形になります。オーバーグロ型ですね。さあ、一気に両サイドカット。ロイヤルチャンピオンまで採用。タウンホールと反対サイドっていうところで、タウン爆破は受けないので、一緒にロイヤルチャンピオンも進めていこうという形ですかね。外周部、火力の高い防衛施設、範囲ダメージがないので、ロイヤルチャンピオンも早めに出しやすいというところ、キングとクイーン当たるところはちゃんとストライカーサポートも入れつつ、オーバーグロー中心部かけていってというところですね。さあ、タウンホールの方はクイーンで見ていくと思うんですけど、中心越えたあたり、オーバーグローかけてるところを穴開けしてもらって、キングがね、それないように外周部切ってるのがいいですね。東海弊社がサイドを切ってくれてるので、キング一瞬流れかけたんですが、ちゃんと内側入ってくれて、フィストをね、持った状況。ここでフリーズ、ガントレット、オーバーキルすぎるな。ロイヤルチャンピオンを処理する用のストライカー、スーパーバーバリアンフリーズと、ラストレイジも余裕がありますね。圧倒的全開で残ってる施設はない状況。タイムも早い。1分46秒残し。全開ガーサス。続けて対戦相手。さっきの1分15秒の早めの全開ですね。星さんの配置にルートライダー、ジャンプ型。ジャンプ型も最近ね、ある程度流行ってるっていうことですからね。ここはキングのための道を作りつつなんですけど、結構被弾入りましたね。テスラだったりスケルトン。お、タウンホールから行くんだ。なるほど。キングジャンプで真ん中の長弾大砲とかこの辺援軍とかこの辺まで見てたと思うんですけど、どうでしょう。破壊しきることはできなそうかな。アイゴレも止めたいや折れた。長弾大砲折れた。そいつが一番守りたい防衛施設ではあったんですけど、折られちゃいましたね。で、9時から10日兵士はイーグル砲がね、かなり外側に設置されてたっていうところに対して、大きく削りを入れて、裏側にスーパーバーバリアンを割く要領で10日兵士を裏に刺してったってイメージですかね。で、12時からロイヤルチャンピオン刺してってうまいっすね。キング型もこうして刈り取るんだな。キングジャンプ型は10日兵士をずらしていくことでっていう。で、タウンホールからルートライダー。タイムではね、額の方が早い前回には多分この、なるんですけども、それでもこれもかなりぶっ刺さったプランだったかなと思います。なるほどね。ルートライダー大喜利だからね、今の環境。いかにルートライダーでね、いい全開を取るかみたいな大喜利大会なんで、これね、うまい回答ですね。さあ、ジーマ、ヒーラー一体ですね。ヒーラー人形で増やしたりはしないで、普通にヒーラー一体ということなので、どういう使い方ですかね。フロークは普通のあれですね。普通にクイーンは流していく、ヒーラー一体型という形ですかね。で、スケルトンの呪文を置いてから一気のルートライダー展開をしていき、ヒーラー一体追加していきました。で、ロイヤルチャンピオンも比較的早めに使われることが最近多いですね。レイジを中心置いて一気のトームで入っていきます。この辺はクイーン処理もね、簡単に突破してくれましたね。出ました。防衛スーパードラゴン。ただ、こっちはウォーデンの方にポイズンリザードちゃんと採用してるんですけど、ちょっとリザードそっちに向いてくれてないですね。キングの方にターゲットがね、飛んでしまってるんで、これクイーンが気づいてくれるかな、ワンチャン。オーバーグローで隠していることもあって、このね、本体への負担はそんなに高くないというところ、キングにレイジ打ちましたね、ここ。このタイミングでレイジかけるんだ。で、逆サイドもレイジ打って、真ん中ここタウンホールが現れてという形になります。ルートライダー欲しいな。穴開けてくれれば強かったんだけど。ただこれ外周部からどんどん囲いを入れていって、内側の方に入っていきます。最後タウンホールを目指して全ユニットが集結していくんですけど、これも集まっていって全開と。
ルーテンタウンホールが強いね。さあ、ルートライダー編成、ジャンプ型。対戦相手はジャンプを基軸に考えてる感じですかね。こっちはね、オーバーグローを使った形が多く、反対はジャンプを使った形が多くということでね、同じ緑の呪文なんですけど、役割が違いますね。ここはスケルトンの呪文をターゲット取らせて、シングルだったりキングのターゲットを取りつつっていうところ、ルートライダーこっち来ちゃったらちょっとクイーンが穴開けで入っちゃうかな。そういう使い方なのか、普通に。キングクイーン両方同じサイドを進めていくんですね。で、ここは一気のトームを入れていくという形になって、ジャンプなんでね、タウンホールの方はオーバーグローとかしないので、ユニットで取っていきたいところなんですけど、キングがここはジャンプ飛びつつ、クイーンと当たってるので打ってもいいのかなってところですけど、ガントレットどうでしょう、まだ耐えていきます。クイーンの方先に黒く打ちましたね。ちょっとこれはね、キングから入った方が良かったような気もする。で、ロイヤルチャンピオンがここはフリーズ固まってタウンバッカーもちょっと受けてくれるはず。終点テスラモリ。さあ、ロイヤルチャンピオン、ブーメランヘイスト。おー。ヤンキー装備来た。HP 回復のついてない両方攻撃的な装備をかましていきましたが、HP を落としてくれる防衛施設がもうおでん像というところで、こうなったら時すでにってやつですね。ちゃんと伸びますね。さあ、両者お互い譲らず、6対6ということで、素晴らしい。さあ、ルートライダー編成、カズマくん。アイゴレとかもね、そう、新レベル来てて、こっちも、おえージャイアントアロー来たレベル1。レベル1ジャイアントアロー来た。インビジブルタワーのね、発動さえしてしまえばいいというもので、反対サイドジャンプ置かれましたね。ってことは、キングを反対サイド飛ばしていくみたいです。これもレジェンドリーグとかでもね、見る配置ではあるので、取り方はある程度、ね、リンクとかも出てたの見たので、多分有名な配置ではあると思うんですけど、インビジブルタワーが発動してから、ここはキングクイーンを使っていきます。これ何で発動したんだ？見逃したな。さあ、フリーズ、しっかりタウンホールのタイミング見てますね。で、バルキリーとかもタウンホールされるようになってきて、これ簡単に突破ができていって、反対ロイヤルチャンピオンパートぶっ飛ばして、いいサンドイッチですね。ラバルとかでもね、サンドイッチでやると、タイムとかね、結構速くなるんですけど、まだレイジが残ってますよ。ここにレイジを置いていって、タイムも相当速いですね。これナンバーワン出そう。どうだ？さあ、1分50秒から、1分11秒前回。早い。見逃してたんですけどね、スニゴブでしたね。めちゃくちゃうまいわ、そのスニゴブ。一体ちょっとスニゴブこっち逸れちゃってるんだけど、こっちだけ見ててほしいんだけど、このエリクサーポンプに対してスニゴブ走らせて、このスニゴブがこのターゲット範囲内入ってるので、インビジブルタワー発動からのアイゴレキング。これうまいね。めちゃくちゃうまい。ちょっと、さすがにスニゴブ見えんかった。ちっちゃすぎて。さあ、対戦相手。緑の呪文が1個も入ってない形ですね。キングクイーン置いていって、ゴーレムもいるのでクイーンの盾にしていくのかなと思うんですけど、さあ、まずはキングサイドカットパターン。この形もね、レジェンドリーグとかでね、当たり前なんだけど、ドラゴン系が流行った時って、いろんな形で全開取るためにドラゴンもいろんな形のね、入り生まれましたよね。で、突撃艦だったり兵器の切り替えでやっていくみたいな感じで、天才ラベルとかもどんどん進化していったんですけど、このルートライダー編成もね、いろんな対策配置が出たことによって、いろんなルートライダーの取り方が出てきてますね。ジャンプだったり、オーバーグローだったり、こういったスーサイドもどきみたいな感じでやってったりとか、あとは天才型とかもあったりしますよね。もうそんなに形があると、防衛側もね、後出しじゃんけんされちゃうんで、対策しようがないというか、対策してたやつじゃないやり方のルートライダーが飛んでくるので、ルートライダーそのものの対策がやっぱりできづらいってとこかな。刺さりやすいルートライダーを後から刺すことができるっていうのがね、やっぱ、強いっすね。これも全開まで伸びていくというところで、やっぱ 5V やってる人はルートライダーの使い方がうまいね。多分みんなレジェンドリーグではね、こういうルートライダー編成回してしっかり練習してると思うんだけど、
さすがにみんなルートライダーが慣れすぎている。さあ、クラウス。ルートライダー編成、緑の呪文が2個入りということで、欲張り編成、1人で2個持ってきたの初めてですね。ジャンプとオーバーグロー両方ということで。1人1つじゃなかったんですね、これ。さっきの人が1つも使わなかったんでね、代わりにということで。これもレジェンドリーグで見ることがある配置なので、取り方は抑えてるんじゃないかなと思います。さあ、6時の方からどんどんと置いていって、サイドカット用みたいな感じでね、入れても入れますね。ジャンプはこれ、そしたらキングには使わない形なんだね。クイーンに使うのかな。一気のドーム入れていきます。ロイヤルチャンピオンを、もうここ使ってますね。ゴーレムとか縦ユニットもいないんですけど、まだジャンプは打たずに、クイーンも出してないですよね。ここからスーパーバーバリアン下側。これどうやって使うのここから。緑の呪文間違えた？もう一枚オーバーグロー持ってこようと思ったのに間違えちゃった？もしかして。まだ出さないの？ここ反対にジャンプ置いて、キング置いて、裏からスーパーバーバリ、これ、そういうプレイ？そういうプレイ始まった？もしかして。クイーン使わない、この時間勝負で出してないの気づいてない？これ出してないよねだって。ストライカー回収して、これ時間勝負よ普通に。まだ。パーフェクトどうしよう？気づいてない？ここからロイヤルチャンピオン能力解放して、来ましたクイーン。しょうがないので出しましたみたいな感じで。パーフェクトタイムタイムアタック中にクイーン使わない縛りが始まるとこだった。さあ、対戦相手、ジャンプ1枚型のオーバーグロー編成。タイム的には今のでも1分27だからね。クイーン出したらもうちょい早くはなったと思うんですけど、使わずとも全開取れる上にこのタイムですからね。僕なんてクイーン使ってもこのタイムで全開取れるかわかんないっすね。すごいね、みんなね。当たり前だけど。やっぱ今の環境、このタイムアタックを習得してないといけないんだな。アイゴレドラゴン来た。最近流行りの防衛援軍。スーパードラゴンよりもアイゴレ2枚入れることによって、空振った時でもアイゴレ2枚が機能するよっていう組み合わせですね。このあれ、ジャンプいらんかった説ない？結局さ、プラン的に伸びたら嬉しいなーで打つんだけど、そこまでキングのためのジャンプ役に立った、でもクイーンのためのジャンプになってんじゃん、これ。クイーンも再利用できるわ、このジャンプ。ナイスジャンプだね、じゃあ。ワンチャンクイーンにレイジ置いていいんじゃないそれ。耐えれるわ。全然耐えれる。でも、打ち先がほぼないから、もうロイヤルチャンピオンに打つ感じになるかな。ロイちゃんの前にレイジを置いて、あとはロイヤルチャンピオンいってらっしゃいの構えですね。ホグヘイストいってらっしゃい。いや、これクイーンもジャンプ乗れるのうまいね。キングのためのジャンプっていう固定概念で見てたんだけど、これクイーンもちゃんと飛べるようにサイドカットして飛ばしてるっていう形。いや、うまい。さあ、ラストアタック星3。これもルートライダー緑2枚使い。タイムとしては平均5秒差って感じですね。5秒差4人なので今、トータルで総合で20秒の差がありますね。いいのか。で、6時から結構狭い面で入ってって、クイーン外周、東海弊社外周、そっちの方にもちょっとルートライダーを足しつつ、一気のトム。美味しいですね。この辺のベビードラとかちゃんと抜け目なく。ここを切ってジャンプが置かれたのでキングが来るのかな。そしたら中心部のところはここオーバーグロー隠しつつスーパーバーバリアンカットからキングがここに入っていきます。もうこういう感じで東海弊社をサイドカットに使う形はこういう裏にキング使ったりとか、さっきみたいにキングをサイドカットに使ったら東海弊社を裏側に使うとかで、もういろんな面から攻めるのがやっぱ今のルートライダー流行ってますね。バルキリーがここまで生き残ってくれてることでシングルインフェルノを置いてるんだけど、ターゲットはシングルのターゲットはね、バルキリーが拾ってくれている状況。さあ、これも全てのユニットがタウンホールの方に集まってくる。これは早いですね。ここに来て最速タイムかこれは。1分11秒ぐらい。
1分11秒、最速タイム更新ということで、平均タイム7秒差です。さあ、ラストタック。これね、45秒ぐらいで全開取んなきゃダメですね。このタイム、近いように、近いように見えて相当な差なんですよね。なんで、それも分かって、まあ、4方向からやってくんですけど、もう、3分の1ぐらいの時間が過ぎてしまいました。あと30秒で全開取りたいっすね。さあ、上側のモノリス区画かなり罠も置いてあるところ、ここにキングを当てつつ、6時の方からルートライダー、トーム一気に入れて、3時からは10日弊社、9時からはクイーン、そしてこれフリーズかけて、レイジかけて、クイヒー化したいところ危ないギリギリ、耐えていく。エアスイワンプッシュでちょっと危なくなりましたが。さあ、ここ上側の方がアイゴレドラゴンという組み合わせで、やっぱ強いっすね、これは。キングをアイゴレ2発で止めつつ、十分火力も高いね、ドラゴンと、空に飛んでるので、キングから反撃を食らわないという形。さあ、ここで1分がかかってしまいました。バールキリがすごいなんかぐるんぐるんしてた今、トルネードで。いや、これも、四方八方囲う素晴らしいアタックなんですけど、これでもダメなんだもんな。相当いい前回をね、対戦相手も取って15点パーフェクト前回なんですけど、それ以上に余裕の格の違い見せつけられた感じありますね。クラウスのクイーン残したりとか。さあ、1分半ということで、タイムの方は9秒差です。はい、終了しました。15対15ということでね、改めて1分15秒対1分24秒ということでね、差が結構出たかなというところで、これで9秒の差が出てしまう。9人 ×5 人なので、トータルで言うと45秒の差が出るんだよね。平均でこれぐらいの、なんか結構近い数字に見えても、全員トータルで見ると結構な差なんだよね、これが。15点取ってね、1分半を全員切るタイムでやってるのに勝てないっていうのが、やっぱ、この状況で世界大会のね、予選に挑んでたと思ってください。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、リツイートしてまた次の動画でしましょう。さよなら。